皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアと異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今週は、はい、要するに IOC の問題を取り上げてまはい、して、要するにオリンピックで休戦協定があったにもかかわらず、イスラエルとアメリカがイランと戦争したと。はい、これは大問題だけれども、IOC がコベントリー会長が、はい、女子のスポーツを守るためという言い方もしながら、要するに女子にセックスチェックをする、要するにトランスジェンダーの選手とかはい、を排除するとはい、いうことを言い出したというのを2回、これまでお伝えしてきました。考はい、えてみました、それをね。今回はなぜそれをね、日本のメディアが取り上げないのかと、こんな大きな問題が今オリンピックの中で、動いているのに、全はい。くと言っていいほど取り上げないですよね。全特に、くですね。全くですね、なんていうか、ジェンダーの問題について一番書いてたのは、防具ジャパンでしたね。ああ、僕ジャパン読みました、読みましありた。ました。ネットに出てましたね。なえかなか面白い説明でね、が一あの、番報じてましたね。いや、本当に。だから、なんで日本のメディアっていうのは、そもそもオリンピックになると金メダル、銀メダル、銅メダル、そればっかり騒ぐわけですよね。で、オうん。リンピックが実は、本当はという言い方もおかしいんだけれども、平和運動であると、オリンピックで一番大事なのは休戦協定だということも言えるのに、それを取り上げない。おまけに、女子のスポーツ、要するにそれをDNA 検査まですると言い出したら、これは人権問題じゃないかというのも取り上げないと。これを、なんで日本のメディアはこれをスポーツとなると、もうここまで馬鹿にするような取り上げ方しかしないのかと。要するにスポーツが、その世界の本質を結構語っているのに、世界の本質の方からのけて、スポーツだけ特別にしちゃうんですうん。よね。これはね、本当もう腹が立って仕方がない私なんかは、というのを、小崎さんにまだちょっと言っとくと、はい。小崎さん、僕のスポーツジャーナリスト塾はい。に入ってましたよね。入ってましたそね。はい。こで言いましたよね。はい。ドジャースってどういう意味っていうのは盛んに言いましたよね。はい。そうドジですね。ャースってどういう意味ってほとんど知らない人が、大谷のホームランのことばっかり喋ってるんですよね。だからそれとまあ、結誰も構、知らないでしょうね。同向こうにいじようなる人は。ことだろうなと思うんですよね。今度から今週からかな、来週からかな。まあ、大学で俺また、教えるようになりまして、はい。もうそこで最初にやるのはロサンゼルスドジャースってどういう意味っていうのうん。を、そこから始まろうと思って。うん。サッカーってどういう意味っていう感じ、その辺から、でもサッカーは知ってるのに、サッカーという意味は知らないっていうようなところから始めようと思うんですけれども、日本のメディアはオリンピックのことを大騒ぎする割に、オリンピックのことを何も知らないんじゃないかと思うので、今回もゲストに来ていただきました。春日良一さん、五輪アナリストの春日良一さんです。よろしくお願いします。お願いしよろます。しくお願いしちょっとます。私が喋りすぎました。春日さんがメディアの問題は君の問題だろうと言われたんで、いや、言ってな逆、い。あ、言ってた。逆に喋りすぎましたけれども、えどうですかその日本のメディアがこれだけオリンピックのことについて今、大きな問題が起こっているのに取り上げないというのは、どう思われますかこれは。そうですね。問題だと思いますね。つうん。まり、そのスポーツっていうものに対する見方が非う常にん。船舶というか、うん。まあ、スポーツは文化的には一番後から来たものかもしれないんですけど、だからそれにはい。ついてまだ開花してない部分があるのかなうん。っていうふうに思って、まあ、いろんな例はあるんですけど、例えば僕から見るとスポーツ外交ってことを考えるんですけど、はい。大体他諸国はですね、はい。
まあ、外交で行き詰まるとスポーツを使うっていうか、スうポーツだとそのーん。政治的なところが透明になってですね、はい。もう純粋にその対話ができる形を作れるっていうことで、スポーツはい。外交っていうのを大事にするんですが、うん。ですから例えばそうなると、一番スポーツの、まあ、王国である IOC が大事にされるわけですね。そうすると はい。IOC を仕切ってる会長っていうのはもう国賓待遇で招かれる。で、そうん。の一番いい例が中国で、中国はもうIOC の会長が行くと、米国の大統領が来るぐらいな、うん。いわゆるVIP 扱いなんですけど、はで、まあ、これがですね、すぐ、10月、昨年の8月、ちょっとよく覚えてないんですけど、あ。はい。全国運動会っていうのを中国で4年に1回やるんですけど、はい。それにバッハとコメントリー招いてて、ビッおー。グ待遇してるんですね。はい。で、その、2ヶ月の10月かなんかに、ソウルで、アノックっていうNOC 連合の会議があったんで、そはい。こに、当然、各国のオリンピック委員会の会長とか来ますはい。し、まあ、コメントにも行きました。おー。そうすると、今、韓国の大統領が、まあ、ちゃんと会ってですね、はい。いろいろお話をするという機会を作っうん。てるわけ。で、一うん。方で、日本の、首相は全くそれに関心がないと。うん。いう状態を見ると、これ、東京オリンピック2020年にやったコロナの中でやってやっはい。た、そういう、まあ、誇りを持っていれば、当然、その IOC にもアプローチがあるわけですけれども、それうん。もないと。だから、そういうことを考えると、日本とはいかにですね、ある意味、外交的にも遅れてんじゃないかなとういうふうに思いん。ますね。だから、本当困った時って結構いろいろあるんだけど、例えば、日中問題うまくいっはい。てないけど、それも、もともと私が1978年に大会入った時に、日中国交正常化、日中スポーツ交流10周年だったんですね、正常化して。おー。はい。で、はい。それをはい。なんかたまたま担当になって、はい。みんなその国体とか案内したんですけど、まあ、はい。その頃からつながってるそのスポーツにおける日中の関係っていうのは盤うん。石なものがあるから、もしううん。まくいってないのだからスポーツから入っていくって点がいくらでもあるんだけど、うん。それは全く多分ひらめいてもいないと思うんですね。だからああ。ことほどさように、そのスポーツはただのまあ遊びとか、うん。そういう感覚でしか見てないけど、スポーツっていうのは何にでも変貌できるうん。ものだよっていうことをね、やっぱり言っていかなきゃいけないと思ってなて、るほど。で、特に今回はいわゆる、イラン戦争というか、まあ、はい。アメリカとイスラエルが侵攻して戦争始まっちゃったわけですけはい。ども、これはオリンピック休戦期間中にやられたんだから、まあ、オリンピックから解決する方うん。向っていうのをやっぱ探るっていうことがあってもいいはずだし、はい。もしオリンピック休戦破ったってことに対しての、批判があるんだったら、それが集中してもいいわけだけど、うそこはん。全くないっていうね、状態にありますから、これはまあ、もともとそのスポーツに対する見方が船舶だからこうなるっていううん。ことしかまあ僕は言えないんだけど、だからそこをちゃんと言っていかなきゃいけないと思うんです。うん。なだから、るほどね。スポーツだったらどう解決するか。例えば今、そのイランの問題とかずっとやってるでしょ。はい。戦争いつ終わるのかとか、はい。みんな分析するわけ。はい。でも誰一人としてどうやったら戦争が終わるかって言わないですよね。言わないですね。言えないし。言えないです。だけど、例えばオリンピックからだったら言えるわけじゃん。オリンピック休うん。戦も守んないと、例えばトランプはロサンゼルスオリンピックの元首になれないよってことをはい。言えるわけじゃないですか。それうん。がどういう駆け引きになるかってこともあるわけですよね。で、うん。トランスジェンダーの問題にしても、トランスジェンダー、もう入国認めないってやってるわけだけど、はい。それに認めなかったら、スポーツにおけるその平等性とか、いわゆるオリンピック運動、オリンピズムの基本が崩れるわけですうん。から、そんなうん。国ではオリンピックできませんよってことを言えるわうん。けですよね。だからなるほど。スポーツから言ったら、トランプがいかにバカかってことがわかるわけですよ。なるほど。みんなそのトランプが言ったからやるとか、トランプはどううん。するんだろうということばっかり考えてるから、トランプうん。がすごくあの偉い人に見えてるんだけど、これね、スポーツから見たら偉くないです、ちっとも。なるほど。だからそのスポーツから見るって見方っていうのを、やっぱりこれからね、鍛え上げていかないといけないんじゃはい。ないでしょうか。玉木さん、あよろしの、くお願いします。2年後にはロサンゼルスオリンピックがあるわけで、その時の開会宣言をトランプがやるわけですよね。そうそこれは自分の言葉でやったりしたら大問題ですよね。
題目、もうやるコメントは、要するにオリンピック憲章で決まってるわけですやってる。から、で、そうです。その通り言わなきゃいけないはずですよね。そうです。まあこのあたりも、要するに、IOC の命令というか、IOC の仕切りで、ロうん。サンゼルスオリンピックは行われてるんだと。うん。そこのスポーツの利用の仕方っていうのは、いろいろ大きなことが考えられるわけですよね。トランプに対しても。そうですね。だから、ただ今、春日さんの話聞きながら、私が一番最初にプインとすぐに思い浮かべたのは、ニクソンの米中国交回復の時のピンポン外交でなるほど。すよね。はい。卓球の選手を先に送り込んで、それがすごく話題になって、それから、要するに米中国交回復が始まったといううん。ようなスポーツの、なんて言いますか、利用の仕方うん。ってある意味あるわけですね。スポーツの政治利用はいけないとよく言うんだけれども、その政治利用でもスポーツ側を称えた上でのいい面での動き、これはやっぱり推うん。進すべきですよね。そうですね。だからまあ、その概念としてスポーツの方が和集合が大きくて、政治はそはい。の一部って考えると、まあ、それ、なるほど。要するに、まず最初にスポーツの場を作れば、そこにはい。政治が入ってくればうまくいくよってなるわけだけど、今、なるほど。その政治の方が大きくおて、そこにスポーツ入れていこうとするから、ちょっと間違っちゃうっていうことがある。なるほだからその逆転、まあ、スポーツ革命というか、でど。起こしていはい。かないといけないのかな。で、起こせば、なんかごちゃごちゃ、例えば宗教の問題とか、はい。政治主義の問題とか、はい。信教の問題とかがクリアに超越うん。される機会がある。そういうふうに持っうていくべきじゃないん。かなっていうふうにずっと私は思っております。なるほどね。それはでも非常に面白い視点であり、私がそれをもっとぐーっと小さくしたときに、スポーツと体育はどういう関係かっていうときに、スポーツの中に体育があるんだという、そのスポーツが大きいんだという考えを言ったのと同じで、文化の中にスポーツっていうものがあって、その中に政治も一つ入ってくるんだよっていうようなスポーツのなんて言いますか、包摂性とでも言いますかね、包容力とでも言うか、その大きさっていうのはやっぱり再認識すべきだけれども、今のマスコミの人って、スポーツのことを何も知らないね、はっきり言って。もう僕は本当、もうかなり昔のことになりますけれども、野茂が初めてロサンゼルスドジャースに入って大活躍した頃、結構テレビにもラジオにも呼ばれて、毎日のように出ていた時に、行く先々で必ず聞いたんですね。ロサンゼルスドジャースってどういう意味か知ってるかって。みんな知らないですよ。一人も会わなかったですよ。知らなくっても通じるんですよね。野茂の活躍は。でもそれを知らないっていうことがどういうことかっていうと、今度はオリンピックっていうのは一体何なのって言っても知らないわけですね。金メダル何個取るかは知ってるけれども、オリンピックって一体何かって考えたことがない。で、それで、学校の体育の授業でサッカーを習っていて、ある子供が体育の先生に、サッカーって何ですかってどういう意味ですかって聞いたら、つべこべ言わずにグラウンド3周走ってこいって言われたらオチですからね。そういう体育の中でみんな育ったわけですよね。私、春日さん、一回だけ、体育の先生が1000人ぐらい集まった中で、体育館の中で講演会やったことあるんですよね。その1000人。中で、あ、サッ、そう。サッカーという意味知ってる人を手挙げてくださいって言ったら、1000人のうちの10人ぐらい上がったかなっていう感じだったんですよ。誰一人として知らないって言ってもいいぐらい、要するにスポーツのことを知らないんですよね。これ逆に春日さんに聞きたいんだけど、春日さん JOC なんかやったの大教で昔の今のスポーツ協会ですよね。で、就職された時に、スポーツのことってどの程度まで勉強してから入られたんですか？それとも入ってからいろいろ学びましたですか？私なんかはもううん。フリーのライターになって、自分がスポーツのことを何も知らないって気づいたのが35過ぎぐらいからでしたからね。だから、スポーツのこと、要するに体育しか習わなかったわけですから。その辺、春日さんはどうしてスポーまあ、ツを勉強されたんですか？スポーツを勉強するって意識はまあ逆に言うとなかったかもしれないですね。僕は。やっぱりなかった。だから小学校6年でサッカーに出会って、はい。そこからもうサッカー選手になるか、うん。学問をやるんだったら哲学やるかって中学1年で決めて、
はい。生きてきたんです。だからスポーツっていうと、やっぱサッカーしかなくて、もううん。もう本当に、なんつうの、24時間サッカーやっていうような感じで、大うん。学まで行ったわけなんですけど、うん。まあ、大学ではまあ哲学を学んでるんですけど、はい。で、それで、いざ就職するとなった時に、哲学者は一銭にもならない。だから、サッカーもその頃はプロがなくて、一銭にもなら一ない。だから斉に僕は一銭にもならない男だと思ってた時に、たまたま初めて大学に大教が公募したんですね。人が。おー、で、そこに英会話堪能で体育うん。会に入ってるって条件2つだけしかなくて、おー、大会入ってないとダメなんですか？それに書いてあっす、たのね。で、河野健うん。三の会長だっちゅうんで、あ、これはい。面白いな。で、あと僕は非営利団体、はい。絶対その営利を求めることはうん。できないんで、営利団体ばっか非営利だ探したらうん。そこが一番良くて、で、それで、まあ、結構70人ぐらい受けたんじゃないかな、あれ。それあでちゃんとしたー、試験受けてね、それでうん。3人だけ取られて入ったんです、僕は。ああ、そうですで、僕か。は特別だったみたいで、っていうのは、入ってから分かったんだけど、うん。あとの2人は、1人は早稲田のボート部のキャプテンで、はい。そしたら慶応の、水泳部のマネージャー。ああ、そしたらやっぱりコネで入ってるねみたいな。それ、それ、それ学でまあ閥だってこ僕だけとですね。初めてそういうので変なやつが入ったわけですよ。だからスポーツをその人たちは学んでたかもしれないけど、体育学とかやってね、まあ一応うん。体育学はやったけど、わかんない。だから体教の仕事をしていきながら学んだって感じですね。で、たまたま総務部に入れられたんで、本当はい。はなんか国際部に行くって感じで、はい。バイスさん行ったら総務部で、結はい。局なんか、すんごい最初の仕事が旅行会の下見ですからね、もうすごい。それ要するに総務部なので、まあ、できるんです。そうですね。大教の歴史とか、うん。どうしてこうなったのかみたいなことを、なうん。んか、すごい勉強する機会があったんで、それは面白かったんで、なるほで、どね。そこで、まあ、玉木さん的に言うスポーツを勉強するっていうところにはなったかもなしれない。るほど。はい。だからです。でも本当にスポーツの勉強する機会が我々日本人にはなんかないんですよね。体育は要するに教えられたけれども、スポーツは全く教えられてないと。だからメディアそれは学にとしてってことですか？学問とだして。から要するにスポーツを知らないっていうことですよ、はっきり言うと。だかうん。ら前の東京オリンピックの時、要するに2000何年、2020の時あ、私もいろいろ組織委員長の批判をいっぱい書いてましたから、一回呼び出しを食らいまして、組織委員会から、この書き方は何だみたいなことを、おうスポーツ新聞上がりの人と、もう一人広告代理店上がりの人、二人が出てきて、なんやかんや言われたんで、それで森会長に言われたから呼んでんのかって言ったら、いいえ、私たちも、疑問に思ってますからって言ったら、あなたたちは朝日芸能を読むのかって言ったら、読んでますって言って、なんだこいつはと思ったんだけど、その彼らに、バレーボールってどういう意味、バレーってどういう意味か知ってんのかって聞いたら、二人とも知らないわけです。バレーボールっていう意味を知らずに、オリンピックでのことを喋れるのかって聞いたら、そういう疑問を言われたのは初めてですからって言われたんですよね。それからオリンピックの組織委員会のかなり上の方の人に、そういう感じなんですよ。だからスポーツの勉強っていうのはしないっていうところが、もう政治家にも広まっているから、スポーツの価値っていうものの大きさにはやっぱりなかなか気づけない。メディアも気づけなければ政治家も気づけないっていうところが現状かなって思うんですけどね。うん。と、まあ、その辺で春日さんに今日聞きたいなと思ってたのは、そういう現状を打破する教育、あるいは、なんとか啓蒙というものはどういうふうにしたらいいもんですかね。本当はメディアがやるべき仕事なんでしょうけど、メディアがスポーツのことを知らないと。例えば WBC の時にね、実は台湾とやりましたよね、WBC の試合。台湾のナンバー3かな、首相が来てたんですよね、日本に。でも、それについて WBC の中継の時でも、台湾の応援の方には、カメラなんかがいっぱい集まっているのに、何にも喋らないわけですよ。こああ、れ、なるほどね。うん。これはものすごく面白いことで、要するに、あの、
台湾のその首相クラスの人間が日本に来るなんて初めてやったんですよね、実は。要するにあ、台湾と日首相って本はプライムミニスターってことですね。そうです。断交してるわけですからね。はっきり言って、うん。うん。中華人民共和国しか認めてないんですから。でもそうです。そこにスポーツを、あ、きっかけなるほど。にして、日本にやってきたと。これうん。は必ず絶対に自民党なんかが裏では動いてるはずですよね。でうん。も表では知らないという。うん。それに対してみんなが注目しないという、台湾のメディアだけは注目していたというん。うのはなんかもう情けない話ですよね。日本のスポーツ界、スポーツジャーナリストたちは。うん。というような感じがした。まあ、よくそういうのは、例えばオリンピックのね、開閉はい。会式とかの、中継見ててよくあるんですよ。僕はずっと前から。要するにはい。みんな結構知ってる人たちが出るんですよ。はい。VIP ええ、席とか。で、それ何にも言わない。何も言わないです。何も。すっごいなんか寂しい。こいつ来てるんだけど、みたいな。そういうのはありますしね。なんか面うん。白いなと思って。あと、ソウルの時かな、あれ。なんか、あれは磯村さんっていう有名なキャスターが、はい。開会式でも中継しててね。はい。それで、まあ、それはちょっとスポーツと関係ないかもしれないんだけうん。ど、あの、ムーンハって、韓国の、国歌っていうんですか、はい。花をこうはい。やって花、国の花。を持って入場したはい。んですよ。そしたらそれを桜ですね。さすが日本はいいですね。みたいな。これはイタリア、ミラノコルチナでは日本がイタリアの国旗持って、もう持った。はい。それがすごい評判になったんですよね。うん。イタリアのはい。国旗と日本国旗持って入場して。はい。そういう、なんか、一番そのスポーツが、その政治を超えて、仲良くするっていう仕うん。掛けみたいなところを、やっぱりこう、見てもらいたいなっていうのが、うん。まあ僕的にはそのみんなに見てもらいたいところなんうん。ですけど、そういうのがちょっとスルーされるところが多いんですね。だから。まあ、そうですね。うん。その割には、その勝った負けたということについては、かなり、なんて言いますか、執着しますよね。まあ、その後、オリンピックが終わったらみんな忘れるんでしょうけれども、うん。要するにメダルを取ったかどうか。そうそそこで、うそう。1回目と2回目で春日さんとも話したときに、なんで日本では、オリンピックの本質、休戦協定であるとか、そういったことが騒がれないのかっていうときに、その、オリンピックのやり方自体が問題なのではないか。あまりにも、そのスポーツに偏りすぎてるんではないか。というとき、僕が言うときに、春日さんは常に、やっぱりそれはスポーツやらなきゃいけないんだというふうに言われたんですけど、どうなんですかね。金銀銅のメダルなんてもうやめた方がいいんじゃないですか。そ、なんか玉木さんそう言うんだけど、僕はやっぱスポーツっていうのは頂点を求める戦いであるから意うん、味があると思ってうん、ます。で、だから頂点を求める中で、まあ、努力する喜びの中で、頂点行けなかった時も、その頂点に一緒に行こうとした人たちを敵なんだけど認めるっていう、そういう中に、要するに相互の理解が典型的に見せられるんじゃないかっていうのが、まあ、あるので、それはワールドカップとか世界選手権で十分できることであって、オリンピックはもっと違う方の面を前面に打ち出した方がいいんではないかというようなことはどうですか？オリンピックだからこそ、その頂点を目指すことに意味があるっていう感じは私はします。っていうのは、要するに世界選手権とは違って、いろんなうん。競技で、まあ、世界はい。206の国と地域から来るわけで、はい。そはい。れが頂点を目指すっていう姿っていうのが、ちょっと世界選手権とは別物かなと。で、だから金とか銀とか銅の、価うん。値がうん。そこにあるんじゃないかなと。うん。思ったんですよ。金銀銅のメダルっていうのは、本当はオリンピックだけが使ってたもので、今はもうみんな、世界選手権でもワールドカップなんかでも金銀銅という言い方をすはい。るようになってしまいましたけれども、そうですね。その、オリンピックっていうものをもっとオリンピックの理念というものを推し進めるならば、ちょっとスポーツの勝ち負けはやめようやないかというようなことに走っていった方が私は将来的にはいいんではないかって思うんですけどね。まあ、そういう方に行くのは、行くのっていうか、スポーツフォアオールっていうね、みんなうん。でスポーツをっていうはい。団体もあって、
で、こっちも、これも最初の発足から私関わったんです。最初そっち関わって、うん。そのイアノスっていうか、インターナショナル・アセンブリ・オブ・スポーツ・フォー・っていう組織があったんですね。そのスうん。ポーツフォーの国際機関。で、これは加盟が、それで、例えば大協とか、はい。例えば、韓国だったら大韓体育会とか、はい。要するに、オリンピック委員会じゃなくて、体育協会の方が入るっていう。そういおー。う組織がありまして、で、それでうん。スポーツはオール、まあ、つまりエリートスポーツはオリうん。ンピックが はい。IOC がやるけど、我うん。々はスポーツは、みんなのスポーツをう推進すん。るんだよっていうので、毎年セミナーやったり、あの交流したりっていうのをずっとやってたんだけど、結局それが、1990年ぐらい、まあ、サマンチの頃にですね、まあ、いうん。ろいろ画策したんですけど、うん。IOC の方にスポーツファウル委員会ができて、そっちうん。にこう吸収されていく形になって、おー。エリートスポーツがあればあるほどスポーツファウルの裾野が広がるっていう、そういうはい。中で、吸収されていっちゃったっていうことがあるんですね。だから、うん。玉木さんが求められているようなスポーツイベントっていうのは、もうスポーツファウルフェスティバルって、はい。僕らは結構やろうとしてたことです。おー。うん、まあ、だからそれそれはは勝敗とかよりも、その仲良くすることが先になってるっていう。ただ、その私の観点で言うと、やっぱりその競い合うっていう、コンペティブネうん。スっていうことを、やっぱりないと、スポーツは成り立たないってうん。いうふうに思っていて、で、うん。そこの中で、それを淘汰したときに生まれるそのスポーツファウルのなんていうか、平原っていうったもん。のを見るためにその努力があるんじゃないかなっていうふうに、まうん。あ、考えてますね。だから逆に言うと、そういう、まあ、1位、2位、3位争わない形になったときに、どれだけそのスポーツが広まるのかなっていう、うん。そういうちょっと危惧が、いや逆に言うと、玉木さんにそこを聞きたいんだけど。いや、エリートスポーツは世界選手権とワールドカップの方に任せればいいと、うん、私は。なるほど。そう。オリンピックはオリンピックで、それこそスポーツフォーオールのようなうん。形で推進していて、世界平和っていうことを表に打ち出していくと。ってことは、競技会をしないってことですか？しないというよりも方法をいろいろ考えるっていうことですね。それは一つにはパラリンピックとの合体ということもいいかもしれないし、それから、一つの例としていいかどうかわからないんですけど、登山というスポーツがあって、登山というスポーツは昔は競ってたんですよね。マッターホルンの頂上に行くのは一位は誰かというのを、ああ、そはい。れを少し競ってたんだけれど、そんなことで死者なんかも出るようになって、いろんな山で。それで登山というものが全く競わないけれども、スポーツとして完全に、成立していて、あるいはやる人も喜びがあれば、登った人に対する賞賛もあると。そういうん。う形にあらゆるスポーツが変わっていくっていうことができるんじゃないかなってふっと思ったりもしてるんですけど、どうですか、かすかさなんかすごいテーマ大きい。よくわかんない。ただ、ちょっとサッカーで言うと、サッカーでそれをイメージが湧かないうん、のがあって、フィギュアスまあ、ケートみたいなもんですうね。ん、コンペティティブなものがあって、最後にエキシビジョンをやるわけじゃないですか。うん。で、フィギュアスケートってもともとエキシビジョンの方が重要だったんですよね、昔は。昔はそうら昔はそうです。しいね。昔そうらしはいで。エキシビジョンが一番うん、大事で、そうん、れだから今でもその日曜日にエキシビジョンをやりますようん。ね。土曜日にコンペティティブな大会が終わって日曜日にやると。だから、だからフィギュアスケートなんかだったらね、私は順位もし決めたいならば、アカデミー賞ってスタイルっていうのはあると思うんですよね。選手たちで決めるっていう。お自分たちが思う一番の人っていうのはこの人だっていうのを選ぶっていうのは、私は結構面白いと思うんですよね。うん、それが、例えば、100メートルであれ、マラソンであれ、そういうことでも選び方は何かできて、ある意味で、そのような選び方をすることによるマイナスは、要するにスポンサーとかがつかないとか、世界一が誰だかわからないとか、いうことはあるんだけど、そんなことどうでもいいじゃないですか。
というのが僕の意見ですよ。それは世界選手権とか、ワールドカップで決めりゃいいことであって、世界一から決めたいならば。だからオリンピックでの世界一なんて何の意味もないですよと。うん。世界平和を目指してるんですよ。我うん。々はと。また、そういうものを目指している人が集まって出るとうん。いうような大会になってもいいんじゃないかと。うん。うん、そのこうなると、世界、うん。IOC は儲からなくなるかもしれないけどね。まあ、儲かるのは別にして、その世界一を目指すっていうところがあるから、だから、世界一はオリンピックじゃないんですよ。世界平和を実現できるいやー、っていう、そういう思考性。それはまあ、ちょっと、オリンピズムのその構成はそうなんですよね。だから、シティウス、そうですね。フォルティウス、アルティウスって言っその、て、より早く、より高く、よりうん強くっていう中で、頂点を求める至高の大会だから、オリンピックが価値があって、そこにみんな集まってきますよっていう形なんです。それがもう古いですよね、はっきり言うとね。いいんですかね。それはより早く、より高く、より強く。こうん。れはもう高度成長期の、テーマであって、これに対する批判はいろんな哲学者がやってますよね。あと二つ、より美しく、より人間らしくっていうのを加えている人もいますしね。だまあ、で、今から、そこに共にが入ったんですよ。共に。共にが入ってますよね、だから、共に。共にが入った時点で、だから玉木さんに寄ってるかもしれないですね。共にだか共に言っても、1位の人が喜んで、ね、5位の人が嘆いているっていう、なぜ喜んで、なぜ嘆いているのから。っていうと、ただ、ほら、お例えば、金が入るからでしょ。僕、そのオリンピズムのトリセツっていつも最近呼んでるんだけど、取説、例えばはい。スケボーとか、はい。スケボーとか見てると、みんなその技を競い合って一番いいのに挑戦した人が失敗してもみんなで祝福するとか、みんなで泣くとか、あれは、スケボーというような横乗りスポーツのうん、特性がオうん。リンピックを侵食しているんであって、オリンピックは侵食されてるんだと。でもだからお、それが新しい、なんていうかな、新しいオリンピックのあり方みたいなのをうん。示してるような気はします。だからだからそこ、スケボーに金銀銅のメダルを出すようになって、スケボーが堕落したって言ってる人もいますしね。うん、まあ、それそれこそ、言わしといてくるんですよ。スキーに対して、スキーのあれは、スキーボードなんですかね。スキーは何て言いましたっけ？スノーボードですか？さあ、ごめんなさい。スノーボードだ。はい。スノーボードの世界一の選手なんて、それで、オリンピックは出ないまあ、と。ハーフパイプはそう。いうふうなことを言ってますよね。だから、そのあたりで、スポーツに対する考え方っうん、ていうものが変わってくれば、うん、あるいは、それこそ IOC がちょっと血迷ってしまった、トランスジェンダーに対する問題、セックスチェックに対する問題、このあたりから何かもう競うことはやめると。要するにより早く、より高く、より強く、これはもううん。過去の19世紀のテーマであるというぐらいの宣言がされてもいいんではないですか。まあ、トランスジェンダーの問題はそれで解決するでしょうね。うん、またします。しね。ます。それはしますけど。勝ち負けがなくなったらうん、解何もない。決するんですよね。まあ、確かにそう。ヘミングウェイは勝者には何もやるなというふうに言ってますよね。金メまあ、ダルいらないんだよ。勝っまあ、た人に。ヘミングウェイは自殺しちゃいましたからいや、ね。あれはなんか生きていくためにはちょっと戦わなきゃいけない。その発想は違うんですよ。それは、なんだっけ、あれも、闘争本能といううん。ものが動物にはあると言ってた人が、もう今では否定されてますからね。まあ、それはそうですよね。うん。だから玉木さんさ、テーマがほらジャーナリズムの話なんだけど、それはどうん。ういうふうに結びつけましょうか。ジャーナリズムの人にそこまで考えてほしいと。つまり今のジャーナリズムは1、2、3位っていうのにばっかり注目がいってるっていう、スポーツジャーナリズムは。そういうことですね。1位だったらなんかすごいし、みたすいごいし、な。うん。それこそもう4位だったら、もうそれだけでもうなんか無視されてるっていう感じのような、まあ、はっきりまあ、言うとちょっと変わってきてはいますけどね。まあ、強い弱いに対する差別性みたいなもんですね。そのあたりが、やっぱり、私なんか、まあ、もうちょっと喋るなら、
東京オリンピック、1964年の東京オリンピックの映画を作った市川崑さんの映画をうん。隅から隅まで見ていたら、市川崑さんがスポーツを絶対的に素晴らしいもんだという描き方があらゆるところでしてないんですよね。要するにスポーツの相対性。スうん。ポーツも面白いけれども他にもいいものがあるよっていうものを盛んにいろんなところで描いてる。こういう見方が広がるのは一番いいんだろうなというふうには思ってますけどね。どまあ、うですか？いや、相対性理論派ですから、私は全部、だから絶対化した時点で嘘になるっていうか、真実が消えるっていうふうに、私の哲学は思っておりますので、絶対化のもとが金メダル。だから金メダルが絶対値じゃないんですよね、実は。まあないけれども、それを証明してます。金メダルを渡すというか。だから証明するからこそ絶対値じゃなくなるっていう。いやいや、その時点で相対化されるっていう。抽象か具象かっていうことで考えたら、金メダルという具象があるから、そのスポーツがすごいという抽象まで持ち上げられると。そうん。の具象をやめればいいんではないかという。まあ、具象をやめちゃったら、絶対化はなくなるでしょうけど、絶対化をなくせば、哲学的にはいいんじゃないですか？ いや、いや、相対性理論はいいですけど、ただ、はい。どうなんですかね。だからそれをなくせばなくなるのか、なくさなからこそありえんのかっていう。うん、そうですね。今喋ってたことはそれですね。だからそこ私と。の部分なんだよな。僕はちょっとあんま吹っ切れない。小崎さんはどう思う？どっちだと思う？うん。いや、それを、なんていうんですか、具象化したものを、違うな。えっと、具象化したものを表現することで、抽象的なものを伝えるのが我々の仕事だと思ってますけど、だから、金メダルは金メダルっていうのではなくて、そこ、うん。まあ、なんていうのかな。もっと素晴らしいこと。もっと素晴らしいものがあるということを伝え、そこの向こう側にありますよっていうのうが、まあ、ジャーん。ナリズムとか、スポーツジャーそれでナリズムの、も金メダルが表してるかな。例えば金メダルが、ね、春日さではない、ん、だけで金メダはないとはルが世思いますけそれはそ界平和ど、を表してませんよね。う。うん。それはそうですね。ねえ。そうしたらオリンピックで世界平和を表しているものは言葉しかないのかな。そうでうすね。だかん、ら、まあ、開会式とかですうね。閉会ん。式とか。はい。それで、その中でなぜバッハがあんな長いスピーチするかっていうと、そうこでしかん。伝えられないからみたいなあところもあるあ。かもしれない。だから、ただ、我々見てる方としてですけども、そうすると、例えば戦った者同士が、あの、究極のところで、その友情を示したりする場面がたまにあるじゃないですか。で、うん、そういう、ありますね。そういうあります。時に、こう、なんか、その時うん、にこそ感じるみたいな、何かう真実を見ん。たみたいな、そういうなるほど。ところをまあ大事にしたいなっていうか、いう感じですか。だからだからそれで言うと、スポーツやってれば、いわゆる1位取ったやつがさ、絶対値じゃないかうら、この人うん。が最高の人なわけではないから、だからはい。その人が最高なのは、その人がその平和の使者であったかどうかってことですから、うん。でそこをやっぱ見たいなっていうか、うだからそうなっん。た人が、僕は例えばこの金メダル取ったのは世界平和のためですよって言えるような選手うん。を育てるっていうことが大事じゃないかなっていうことを、まあ私はまあオリンピック委員会の頃からまあ言ってましたし、そういう選手を育てるようにどういうふうに教育していったらいいのかなうん。とか、そういうなるほど。ことはずっと思ってはいたんですけど、なかなか現実的にはでまあ、きてなかったっていうのいやは事実でいやいや。す。うん。だからそのまあ、辺はまあジえ、ャーナリズムでも批判してもらってもいいし、うんもっと言ってもらいたいなとは思いますけどね。だからまあ、もう春日さんおっしゃったそのスケートボードってやっぱり今の選手みんなそうですよね。その金メダうん。ルを取ることに執着はあんまりないでうん、すよね。うそうですね。あの場においてどれだけ自分の持ってるものを出せるかっていうところそうね。だけですよね。そうで、この前、そうですね、ミラノ・コーチナでちょっと思ったのは、スキーの、フリース、
なんだっけ、あれ、スキーの、リオがありましたでしょ。一緒にこう滑っていく。ああ、はいはい。はい。で、一緒に滑っあ、て、潜るの。勝ったか負けたか。そうそうで、その時にもう、そのゴールした瞬間に抱き合うっていう。ううで、ん。ん。これがなんかね、すごいなと思ったんです。つまり、陸上100メートルだったら、ゴールした瞬間にお互い抱き合うこと絶対ねえだろうなと思って。だから、新しい形が、なんかう競技に出てきん。てるなっていう感じは私はします。うなるほど。ん。いや、今日のこの話は非常に有意義で面白かったです。うん。あの、ぜひとも、日本のジャーナリストたちの皆さんにも参加してほしいですね。こういう話をしてほしいし、まず、こういう話をする前に、ロサンゼルス・ドジャースのドジャースとはどういう意味かというのを知った上で、大谷選手のホームランを語ってほしいというような感じもしました。私だけが喜んでもダメだなとは思うけれども、まあ、これを見てくださった皆さんはどう思われましたですか？ジジイの穂先だと思わないで、スポーツと本質とは何かという偉い話になったと思ってくだされればありがたいです。はい。春日さん、それでよろしいでしょうか？いや、結構です。ただ、一応私もオリンピック運動に、命を懸けてきたもので、はい。簡単にはオリンピックの形っていうか、オリンピズムは捨てられないなと思ってますので、まあ、その中にある真実とか、意味っていうのを、やっぱまだまだ勉強していきたいと思ってます。私もオリンピズムについては大賛成です。それをどのようにしてこれから広げていくか、そのために勝ち負けやめようよ、というところまで行くのかどうか、うん。これからも考えていきたいと思います。春日さんと一緒によろしくお願いします。こちらこそ。なんか昔の新聞とかね、うん。金栗首相とか出てたのはいってはいはい。もっともっとひどいですよね。勝うん。敗に対しては。なんかああ。負けたらどうしようもないみたいな。そう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 。それうん、は、それこそ、そこは結1900、構僕はJOC とかでその選手第一主義みたいなこと言って、うん。だいぶ例えばメダル取れなかった選手もちゃんと見るみたいなのははい。ちょっと記者の人たちの中には出てきた気がしましたけどね。なるほど。1936年のヒトラーのオリンピック、ナチスオリンピックと言われたところで、前畑秀子さんは金メダル、水泳で取ってよかったんですけども、彼女はその前のロサンゼルスオリンピックで銀メダル2位に入ってるんですよね。それでそうですね。も大満足して日本に帰ってきて、もうやめようと思ったら、なんで金じゃなかったんだと、周りから散々言われて、それでもう一度水泳をやり直して、それでそうね。ベルリンに行くときに、今度負けたら帰りの船でインド洋に飛び込んで死ななきゃいけないというふうに思って、参加したと。そしたら、その時に2位になったゲネンゲルという人は、ヒットラーから、絶対に金メダルを取れと言われていて、それで2位になってしまったもんだから、レースが終わった瞬間に姿を消して山の中で、ナチスドイツが滅びるまでずっと隠れていたという人なんですよね。この二人を NHK がドキュメンタリーやった時、実は私がゲストでコメントを言ったんですけども、その時ゲネンゲルさん、おばあさんになったゲネンゲルさんと前畑さんが二人で泳いだんですよね。水泳を二人で、プールああ、で。そうなんですか。これはね、もう涙出てきましたよ、感激して。すごい、そんなドキュメンタリーがあったんだ。あったんです。あれ知はらなかった。なんて言ったかな、その時歴史は変わったというああ、はい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 。それでね、もう二人でね、顔見合わせながらね、平泳ぎをしながら、あなたが先に行きなさいっていうような感じでね、こう、25メートル泳がれたんですね、おばあさん二人で。本当にもうそれこそ、なんていうか、スポーツに命を懸けさせられた。要するに、それでもうそれこそ命を懸けて死んでも勝たなきゃいけないと思った二人が、それから逃れた戦後の幸せ。の中で水泳の楽しさをすごくやられたと。これに対して、それはまず競ったことがあったからいいのだという言い方ができるかどうかだと思いますね。
ということで、また問題を元に戻すようなことを最後に言ってしまいましたけれども、喋りたいことそう、喋らせてもらいました。そうに言いたかったんですけど。ゲストを呼びながら私がよく喋ってしまいまして、今日は申し訳ありませんでした。春日さん、いつも来ていただくと勉強になります。本当にありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。